切っても切れない家族の縁を断ち切るとしたら、あなたはどんな手段を選びますか？ 2019 年5月25日、舞台は韓国の南西に浮かぶ観光地チェジュ島。その日、チェジュ島のペンションを訪れていたのは仲睦まじい3人家族。そんなに走ったら危ないぞ。ほら、ちゃんとパパの言うことを聞いて。はしゃぎ回る5歳の息子とその後ろをついていく夫。そんな2人を見守っていた女性はコ・ヒョンジョン。幸せそうに笑う彼女のその様子は家族を愛してやまない妻そのものでした。しかしこの数日後、ペンションを後にした一家の様子はそんな幸せあふれる家族の姿とは少し違っていたんです。この日、ペンションをチェックアウトしたのは妻のヒョンジョンと幼い息子2人だけ。息子と楽しそうに遊んでいたあの夫の姿はどこにも見当たりません。そしてよいしょ、帰路に着く最中、重そうに顔を歪めたヒョンジョン。彼女の手にはペンションへ来た時にはなかったはずのいびつに膨らんだゴミ袋が抱えられていました。家族旅行の最中に姿を消した夫と妻が抱えていた不審なゴミ袋。仲睦まじく見えていた家族の間に一体何が起こったのか。犯罪の知識など一切持たない一般の女性でも完全犯罪は可能なのでしょうか。おさす。なんかジムマッチョしかいねえ。ケンちゃんです。アニュハセヨ、アニュハシミニカ、ヤミヤミコです。サラヘヨ。というわけでね、もうね、ジムマッチョしかいねえわ。この間さ、ベンチプレスやってみたんですよ。怖くて。俺初めてやったと思う。たまにツイッターとかでさ、あれミスって落ちて死ぬ動画あるよね。だから補助バーみたいなのついてるじゃん。そう、ちゃんとつけてやったんだけどさ。でも補助バーつけてると下まで下げれないからさ。胸板熱いもんだからもう、補助バーより胸板が出ちゃうんじゃない？いや、それあるかもしれない。動画だと伝わらないですけど、僕、胸板なんか熱いんですよ。私と比べてみて。お前、父でけえだろ、それ。本日ご紹介するのは、韓国の観光地、チェジュ島で起こった凄惨な殺人事件。この事件、なんと完全犯罪がなされるのではと騒がれた事件だった。完全犯罪うんぬんかんぬんってことは何？証拠が全く見つかってないとか何？犯人まだ捕まってないとかそういうこと？証拠がね、全くないわけではなかったんですけど、事件の中でもかなり重要なね、例のあれが見つかってなかったんです。例のあれ？事件は家族旅行に訪れていたある一家の中で発生するんです。この家族に一体何が起こったというのでしょうか。不自然な家族。2019年5月25日、韓国の南西に浮かぶリゾート地チェジュ島。待ってたわ。思ったより早かったのね。そう言って宿泊していたペンションの扉を開けたその女性はコ・ヒョンジョン。ペンションの玄関には夫のカンが。彼は買ったばかりのおもちゃを抱え、そこに立っていました。彼らにとっては久しぶりに一家揃っての家族旅行。ただ訳あって夫のカンは妻と5歳の息子より少し遅れてこのチェジュ島にやってきたんです。会いたかった。ほら、欲しがってたおもちゃ買ってきてやったぞ。駆け寄った息子に嬉しそうにおもちゃを差し出した夫のカン。妻のヒョンジョンもその様子を愛おしそうに見つめていました。そう、傍から見ればこの時のやりとりは仲のいい家族の微笑ましいワンシーンにしか見えませんでした。何なんかただの仲良し家族じゃないわよみたいな含みのある言い方をするわ。なんか問題あるの？まだ言えないんですけどね。これ夫がね、一人だけ遅れてやってきたことが気になるんですよ。その日の晩、3人で食卓を囲み、妻ヒョンジョンの手料理を堪能していた一家。おかわりママのカレーは美味しいもんな。夫のカンはそう言うと、どこか懐かしそうに笑いながら、そのカレーを口に運んでいました。そして夕食後、息子が別室へゲームをしに行き、夫婦2人の時間が訪れた時、夫のカンはチェジュ島への移動の疲れからか、リビングで眠り始めてしまいます。そうやって夫が眠りこける姿を、ヒョンジョンは何か意味ありげな表情で見つめていました。そんな一夜から3日が過ぎ、迎えたチェックアウトの日、ペンションから姿を現したのはヒョンジョンとその息子2人だけ。この時のヒョンジョンの荷物はもともと持っていなかったスーツケースに大きなゴミ袋と来た時よりも大幅に増えていました。さらにチェックアウトが済んだ後もなぜかペンションの付近に止められた夫カンの車は数日そのままの状態。チェックアウト後の一家の様子は明らかに不自然だったんです。このペンションで一体何があったのか、それを明かす前にこの旅行に訪れるずっと前からすでに絆が失われていた家族の経緯に迫りましょう。それは一家がチェジュ島へ旅行に訪れる6年前の2013年。ヒョンジョン、僕と結婚してください。カンはその日、大学時代からの恋人ヒョンジョンにプロポーズをしました。カンとヒョンジョンはこの時付き合って6年目。あなたとならきっと幸せな家庭が築ける。長く連れ添った2人はお互いによく理解し合っており、ヒョンジョンも迷わずプロポーズを受け入れたんです。ただヒョンジョンが理解していたのはあくまで恋人としてのカン。結婚して生活を共にするとなるとまた話は別でした。そしてそれは結婚の翌年、2人の間に息子が生まれて知
しばらくした頃のこと。ろくにお金も稼がないで育児も手伝おうとしない。こんなの結婚してる意味ある？ヒョンジョンは夫のカンに対したびたびヒステリーを起こしていました。実のところカンはこの頃まだ大学院へ通っており、収入が不安定な上、勉強や研究で帰宅が遅くなる日が続いていたんです。彼としては長く付き合ってきたヒョンジョンなら自分のそうした事情も察して支えてくれると期待していたのかもしれません。しかしカンが帰宅すると毎晩のように大声で怒鳴り物を投げつけてくるヒョンジョン。二人の結婚生活は思い描いていた幸せな日々とは遠くかけ離れたものだったんです。カンが大学院生だって結婚する前から分かってたんでしょ。そんな結婚した後の経済状況なんか分かりそうなはずだけど、結婚した後にね、思ったよりも大変だったみたいなことなのかもしれないわね、これはね。育児がね、想像以上に大変だったっていうのはあったかもしれないですね。そしてね、ここからね、二人の関係がこじれてしまうのは、まさに生まれた息子をめぐってのことだったんです。その後、妻ヒョンジョンのヒステリーは日増しにエスカレートしていきました。そしてある日、家族の仲を引き裂く決定的な出来事が起こってしまうんです。ヒョンジョン、落ち着いて。うるさい、黙れ。夫婦喧嘩の最中、震えながらその場にうずくまった夫カン。彼を見下ろすヒョンジョンの手には包丁が握られていました。ヒョンジョンにいきなり切りつけられた夫カンの腕からは真っ赤な鮮血が。このままヒョンジョンと暮らし続けるのは息子のためにも良くない。こうして結婚から4年後の2017年、夫のカンはついにヒョンジョンと離婚。依然としてカンの収入は不安定だったため、息子の親権はヒョンジョンが持つことになります。ただ親権を譲ったといっても、夫のカンが息子を愛していることに変わりはありません。彼は大学院へ通いながら寝る間も惜しんでバイトをし、月4万円ほどの養育費を絶えず送り続けていました。一方でヒョンジョンは、あいつのせいで私の結婚生活はめちゃくちゃになったのよ、絶対に許さない。そうやってカンへの恨みを募らせ、ここから2年一度も息子に会わせなかったんです。一目でいいから会わせてほしい。カンが何度そう訴えても一切応じようとはしないヒョンジョン。結局は2019年5月、カンは息子との面会交渉権を求め裁判を起こします。結果、養育費を支払い続けたカンの誠実さが認められ、彼は月に2回息子と面会できる権利を得ることに。しかしヒョンジョンがこの決定に納得していないことは明白でした。絶対に許さない。もう何があっても二度と息子に会えないようにしてやるわ。やっと謎が解けた。ペンションにカンが遅れて到着したのはね、別々に暮らしてたから一緒に来たわけじゃなかったのね。そうなんです。カンがね、おもちゃを買ってきたのもね、2年ぶりにね、息子に会うからだったんです。そして、ヒョンジョンはこの旅行中、元夫に対して完全犯罪を行おうと画策するんです。完全犯罪。2019年5月、それはヒョンジョンが元夫のカンとチェジュ島へ旅行に出かける2週間ほど前のこと。この頃、ヒョンジョンは毎晩のようにパソコンにかじりついていました。ブラウザの検索履歴に並んでいるのは、麻薬、睡眠薬について、肉の血抜きの方法、骨を煮る方法、ゴミの処理方法、結婚の消し方など、やるなら誰にも気づかれないようにやらないとね。そう、ヒョンジョンは元夫との旅行が決まって以来、血眼になって彼を殺害するための情報収集を行っていました。ヒョンジョンが狙うのは完全犯罪。彼女は家族3人で宿泊するペンションで元夫を亡き者にし、その遺体を完全に消し去ってしまおうと考えていたんです。そして迎えた旅行当日、元夫カンの到着に備え、ペンション付近のスーパーで必要物資を揃えていたヒョンジョン。大きめのスーツケースに大容量のゴミ袋、電動ノコギリ、ミキサー、漂白剤、それらを用いて彼女が行ったこととは。2019年5月25日の夜、ヒョンジョンが作ったカレーを堪能した後、すぐに眠ってしまった元夫のカン。それは彼が長時間の移動で疲れていたためなのではなかった。よく眠ってる。多めに入れて正解だったわね。そう、ヒョンジョンはカンのカレーの中に細かく砕いた睡眠薬を混入。そもそも憎い元夫に手料理を振る舞う理由など、彼を罠にはめること以外になかった。別室ではまだ5歳の息子がテレビゲームに夢中になっている。その状況でヒョンジョンは眠っている元夫カンに何度もナイフを突き立てた。やがてカンが息をしていないことを確認すると、彼女はその遺体を風呂場まで運ぶ。そしてここから約3日をかけ、ヒョンジョンは元夫の遺体を3センチほどになるまで細切れにしていった。どんだけの恨みが募ってたらこんなことできるの。しかもペンションに息子も一緒に泊まってるわけでしょ。よくこんなことできたかね。息子もね、まだ小さかったんで、父親が急にいなくなって、あとは母親がね、風呂場で何かしてたとしても、それぞれをね、不思議に思うっていうことすらもね、なかったんでしょうね。
そしてチェックアウトを迎えた5月28日、ヒョンジョンは元夫カンの細切れの遺体をスーツケースとゴミ袋に詰めペンションを後に。遺体は帰りの船の中で海に遺棄されました。その間カンと急に連絡が取れなくなったことを不審に思った彼の弟が警察へ通報。警察は一緒に旅行をしていたヒョンジョンの元へ事情聴取に訪れますが、彼女は涙を浮かべながらこんなごまかし方をしたんです。実はあの日ペンションであの人に無理やり侵されそうになりました。それで私が拒んだらあの人は怒って出て行ってしまって、どこにいるかは私もわからないんです。ヒョンジョンがそう証言すると、警察はカンの失踪を地上のもつれと判断。しかしカンがヒョンジョンの言うような男ではないことは彼の家族が一番よく分かっていました。兄さんがそんなことをするはずはない。あの女が嘘をついているに違いありません。そんなカンの弟の主張を受け、警察はペンションの防犯カメラをチェックすると、先ほどのヒョンジョンの証言とは辻褄の合わない事実が発覚するんです。そう、彼女は元夫のカンが怒って出て行ってしまったと言っていましたが、カンはチェックイン以降ペンションから一度も出てきていなかったんです。とはいえヒョンジョンは完全犯罪を企て周到に準備をして犯行に臨んでいます。警察は一家が泊まっていたペンションに捜査の手を伸ばしますが、そこには遺体も凶器も残っておらず、真相究明は困難かに思われました。ところが男性は確実にこのペンションで殺されていますね。現場検証に訪れた捜査官たちは顔を見合わせそう口にします。そう、一家が泊まっていたペンションをルミノール検査した結果、室内のありとあらゆるところからカンの結婚反応が検出されたんです。でもヒョンジュンはさ、結婚の消し方とかも調べてたわけでしょ、何残っちゃってたの結局。このルミノール検査のね精度っていうのはね、素人がごまかしたところでね誤差が出るようなねものじゃないんですよ。というわけで本日のメトラーキーワード、ルミノール検査について。ルミノール検査とは、ルミノールと過酸化水素水を混ぜた薬品を用いて行われる犯罪捜査手法。血中に含まれる鉄原子がルミノールと過酸化水素水に触れると青白く発光するんです。暗がりでこの薬品を吹きかけることで目視では確認できない血痕も発見できるんです。ルミノール検査の精度は非常に高く、最大50万倍まで薄められた血液まで反応を示すとされています。この捜査手法がある限り、素人が血痕をごまかすのは至難の技なんです。その後警察はチェジュドから出ている船の防犯カメラを確認し、ヒョンジョンが何らかの物体を遺棄している映像を見つけます。最終的にはヒョンジョンの車から被害者カンの血痕や凶器が見つかり、殺人の動かぬ証拠に。血痕からは睡眠薬の成分も検出されており、ヒョンジョンが主張していた的暴行の可能性も完全に否定されました。こうして犯行からわずか8日後の2019年6月1日、完全犯罪の目論見みをくじかれたヒョンジョンはあえなく逮捕されることに。ちなみに彼女は犯行後ペンション付近のスーパーを訪れ、血痕の隠蔽に使うはずだった漂白剤を未使用のまま返品していました。ヒョンジョンがどこまで徹底して隠蔽工作を行っていたか定かではないのですが、ひょっとすると遺体を消し去ったことで油断していたのかもしれません。いやヒョンジョンはさ、完全犯罪なんて言ってたんだけども、ネットでもどこでも足跡つく時代じゃない、もう今ってね。無理じゃない、完全犯罪なんて。何よりね、息子の父を自分で殺して、それをその息子に隠して生き続けようとしたことに驚きですし、なんかそれにこう後ろめたさを感じないかったのかなってこう思っちゃいますよね。感じたんじゃない、きっと。警察はその後海の中の捜査も進め、被害者カンの遺体の行方を探りますが、結局発見には及ばず、最終的にヒョンジョンは彼の殺害を認めたものの、事件は遺体なき殺人として幕を閉じることに。裁判においてヒョンジョンは一時死刑判決を下されるも、最終的な判決は無期懲役に。そして驚かされることに、ヒョンジョンはこの裁判が進められる中、別の殺人容疑もかけられていました。彼女はカンと別れた後、新しい夫と結婚しており、その夫には連れ子がいました。カンの事件が起こる2ヶ月前、実はその連れ子が窒息による不審死を遂げていたんです。この件については結局証拠不十分で無罪に。しかし完全犯罪を目論んでいたヒョンジョンのこと、連れ子の殺害をうまく隠蔽していた可能性もゼロではありません。ちなみにヒョンジョンが逮捕された後、残された息子については被害者カンの弟に引き取られることに。離婚後も毎晩のように息子の写真を見ながら眠りについていたというカン。彼は息子と離れて暮らすようになった後も赤ん坊の頃の洋服やおもちゃを捨てられずにいたといいます。実の母親がそんな心優しい父親を殺害した事実は息子にとって拭いようもない悲劇。ただカンが何よりも息子を愛していたことは、彼の弟によってこれから成長していく息子にしっかりと伝えられていくことでしょう。